こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、羊のせいでピラミッドの建設予定地の村が決まって、村の周辺地図を作ったところまでです。羊というか羊毛のせいね。早速建築開始と行きたいところですがその前にやることが盛りだくさん、一つずつこなしていきます。さて、まずはリスボーン拠点に戻ります。木を大量伐採するためダイヤを集めなければなりません。やっぱりダイヤ製の斧を使うの？まあ道具にはダイヤを惜しみません。さてリスボーン拠点地上です。ここは周囲の木を刈り尽くしたら撤去し、地下拠点だけ残すことになると思います。ここだけの話、一度思いっきり自然破壊をしてみたかったんですよね。この動画、建築系というより多分自然破壊系よね。建築系です。さて忘れないうちに牛乳は確保しておきます。後からだと多分組むの面倒があって死にかねないので。多分結局使わずに死ぬわよ。そういえばこの周辺の牛はほぼ刈り尽くしてたのですが、いつの間にかスポーンしていたようです。あと黒曜石さえ取れば地下に潜る準備完了です。エンチャント大王ね。さてブランチマイニングですが、正直息抜き企画の方と意識を切り替えるのが大変です。こっちは鉱石全部掘るし丸石などは捨てないので、インベントリ圧迫がひどく、シルクタッチとエンダーチェストの入手が最優先課題です。まあでも序盤で鉄ツルハシが使えるのはかなり楽です。岩盤の部屋はエンチャント用にしてしまいます。村で人参収穫できるのでここに畑は作りません。溶岩の音がしなくてスリルが味わえないわね。さて最前線にやってきました。次が9周目ですね。掘り始めて1分で早速ダイヤ鉱脈見つけ、これでヘルメットまで装備が整いました。いい感じです。で、9周目掘り終わったところですが、インベントリがギリギリいっぱい、きついです。次の周回からはダイヤの剣とツルハシ持ち歩けないわね。それはさすがに。当分は牛乳とレール整備品を持ち歩くの諦めます。さてリスボーン拠点に戻ってきて、早速エンチャント大実績を解除してしまいます。さあシルクタッチをいきなり引きたいところです。早めに引けないと苦しいんですよね。物欲センサーが活動始めたわよ。まあで憎かったらダイヤを少し貯めて、エンダードラゴンの経験値を当てにしようと思ってますが。お、幸運3か。まずまずの滑り出しです。鉄ツルハシは採掘が遅くてダイヤ掘り当てるの時間かかりますが、20分でようやく来ました。早速幸運3の威力を。結局鉱脈2箇所見つけて10周目は終了。インベントリはあと2、3周で限界来そうです。そしてラージチェストが丸石等でほぼいっぱいになってしまいました。いっぱいだとだいたい3500ブロック、ピラミッドの最下層付近なら2段と半分の量ね。まあ丸石の出番が来るのは、木材とそのハーフブロックで計12段積んでからです。さてエンチャントは2回目。もう幸運3はあるのでシルクタッチか耐久力3を引きたいところです。何このデジャブ。まあいつもの展開かしらね。なんのまだ今回はもう1回分エンチャントできます。レベル2に耐久力3ですか。これは判断難しいです。堅実に取っちゃってもいいんじゃないの？でもレベル2では効率強化が追加付与されても弱いんですよね。シルクタッチの付与確率も低そうだし。2分のち、ダイヤの斧とシャベルを作って、まだ悩んでます。ツルハシじゃなければ効率強化がつかなくても十分使えるはずです。早く決めなさいよ。色々考えた挙句、やっぱりシルクタッチの可能性を優先すべきとの判断に至りました。
最悪です。さて泣く泣く最前線に復帰。11周目です。この周回ではなんとかダイヤ鉱脈一つ見つけたものの、鉱石はたった2つ、幸運3の力でもダイヤ3つしか取れませんでした。さて拠点に戻ってチェスト増設してみたのですが、ここまでで丸石は約3000個。一方砂利や3種類の岩は、丸石に対して6から 9% というところです。結構少ないのね。どこかで積極採掘するよう切り替えないとピラミッド中腹に積むのが難しそうです。さてエンチャントの方ですが、またも効率強化が表示されています。もはや悪い予感しかしません。そこで試しに装備のエンチャントを確認してみたのですが、武器のアンデッドは論外、防具は待望のダメージ軽減法が出てこないです。3はちょっと惹かれましたが、もうなんか諦めの境地です。いつかはシルクタッチは出る？あ、出た。あっさりすぎて物足りないわね。そんなこと全然ないです。覚悟してた分だけ助かった感大きいです。さて事態は急展開、大慌てです。ブロックに引っかかっている場合ではありません。早速闇の村にやってきましたが、そういえば子供ゾンビに襲われてたの牧師でしたね。危なかったかも。あの子供ゾンビはどこから湧いたのかしらね。多分ここだと思うのですが、軽くは湧き潰ししてたのですが、ちょっと念入りに過剰に松明立てておきます。さて、エンダーアイのお値段は、もともとそう高くもないはずですが、11エメラルドだそうです。買い取りの高い武器鍛冶屋で11個手にし、無事にエンダーアイをゲットしました。これでブランチマイニングは長く掘れるようになったけど、掘るの？いえ、建築材集め用のダイヤはあるので、直ちにピラミッド建築に着手します。さて、リスポーン拠点周辺に戻ってきました。これクラフトしたら、私アカシアの木材を集めるんです。そして死ぬのね。死なないですし死ぬほど集めません。まずはアカシアの木材とそのハーフブロック用に、原木10スタックちょっとだけ集めます。よし、やっぱりこれがないと始まりません。一応ハサミは用意しましたが、使うのは原木切るとき葉っぱが邪魔になるときくらいです。あら、葉っぱも相当数集めるんじゃないの？まだ大量採取のプレイは初心者なので、必要数集めるのは今度にしようと思います。さて地図は南が切れている上にハートなどの影で分かりづらいですが、リスポーン拠点周辺の緑は見事に砂漠で覆われています。まずはこの緑の範囲を極力自然破壊です。あとついでに占領も、事前に計算した目安としてはポピー300とタンポポ200ほど必要です。さて順調に伐採を続けて40分弱経過したところですが、まあ、冷静に距離を置いて事なきを得ました。そもそもダイヤ装備で身を固めてるので1体なら大丈夫です。あとちょっと怖い思いしたのは地上露出峡谷の上に立ってるアカシアの伐採です。アカシアだと穴の方に伸びることもあるのね。さて、見渡す限り木を見かけなくなってきました。念のためもう一回りして取り残しを調べます。で、1時間10分で伐採作業終了。アカシアについては無事に目標数である10スタック少々を超えました。意外と早かったと言うべきかしら。もう少し密集して生えててくれたら楽だったんですけど。ついでに詳細地図で、木を取り去ったらどう表示されるか見てみたのですが、どうも地面に生えている草が緑で表示されてしまうようで、自然破壊の成果が見られない。少し微妙に無念です。さてアカシアの木材を 50×26 と8個で1308個揃えました。
ピラミッドに積むときはハーフブロック2枚重ねにしますが、加工するのは現地です。先に加工したらブロックが2倍になるものね。さて場面は再び闇の村に。今度はピラミッド再火葬の場所を確認しなければなりません。現状は全実績解除前なので縛りの関係でデバッグモード禁止、座標は松明を並べて確認します。具体的には、井戸の中央から四方に斜めに164本ずつ松明を立てていきます。ピラミッドの対角線に松明を引くのね。残り20本少々のところで海に出ました。ここで終了。一つ目の頂点はやっぱり海の中でした。これで二つ目の頂点。結構この作業面倒です。これで三つ目、だいぶ慣れてきました。さてこれで司法終了です。これなら万一置きミスがあっても司法のどこかでわかるでしょう。さてキリがいいので今回はこんなところで、次回はいよいよ再火葬を積んでいきます。実は一つ私勘違いしていて、再火葬付近はブロック積むだけの作業じゃ済まなかったんですよね。ピラミッドより上のブロックは全部撤去しなきゃならないわね。で、再火葬付近はその作業が特に多いわね。まあそういうわけで、続きは次回です。それではまたね。バイバイ。